今回は一番ヘッドのアイホールを持ってさくなちゃんの形に整えていこうと思います。では電熱ペンを使って持っていくんですけども、ヘッドが汚れてるのでですね、一回食器用洗剤で洗っていきます。それでも汚れが取れない場合は薄め液で取っていこうと思います。ソフビ片は前回カットしたやつがあるので、これをね使っていこうと思います。冬場はですね、私もあまり意識してなかったんですけど、冬場で部屋が暖かくない、私なんかはね寒い状況でやるんですけど、その場合は温度を上げた方が溶けやすいっていうか、温度を上げないと溶けない場合があるので、今はね私 4.2 ぐらい、ちょっとね 4.2 ってほどでないか 4.1 ぐらいの温度でして、煙が出たら温度を下げていくっていう風にやってます。さくなちゃんは結構ねここのラインがまっすぐなんで、一番はねこう垂れ目ちゃんになってて、一番こっち側は特にねくぼみが激しいので、まずねこの垂れ目のところをですね埋めていきます。この目の下をね平らにするっていうのはね、一番ヘッドではよくある形なんじゃないかなと思います。電気がついてない、スイッチが入ってないじゃないか。はい、スイッチが入ってませんでしたので、これでやっていきます。一番ヘッドはここを平らにするっていうのは今結構スタンダードだと思います。この垂れ目もねとっても可愛いんですけども、結構昔から使われているこの形なので、最近の流行りはこの形を自分なりの形にこう底火盛りしてやるっていう。なのでいろんな形がありますよね。本当に一番ヘッドなのかいと思うぐらい加工されてるものとかあったりするので、すごいどのヘッドかっていうのを判断するの難しくなってきてますよね、一番ヘッドって。でソフビ盛りのコツはもうとにかくね、少なく持ってよく溶かす。失敗例っていうとちょっとね失礼な話なんですけど、よくね失敗したとか表面処理が大変だっていう方は、意外とね盛りが激しいというか、盛りの範囲が大きいんですね。私なんかはねおすすめするのは、このぐらいのソフビ盛りを一回試して、どんな感じの表面処理をすれば綺麗になるかっていうのを少量で試して、ね、成功体験をするっていうのがソフビ盛りの綺麗にやるコツをつかむ一番の近道じゃないかなと思います。地留めとかねやっぱりね作りたくなるのはわかるんですけど、そうするとね表面処理に行く前に森で挫折してしまって、もう電熱ペン買ったけど使わないよっていう方もいらっしゃいますし、あと標準のペン先は側尾折りには向いてないので、それでうまくできなくて挫折してしまうという方もいらっしゃるので、ちょっともったいないかなと思います。今はねこの N 型のトウモロコシの改良版を使ってるんですけど、標準ではこういうタイプがついてると思うので、これをこの先っぽをですね削るとこういう風に平たくできるんですよ。これを作るだけでも側尾盛りの表面処理がすっごくやりやすくなるんで、これでしたら買わなくても自分で、ね、結構簡単に加工できるので、側尾盛りはこの撫でるのが主なんですけど、この撫でるのがですねやりやすいんですね。でこのトウモロコシ型は盛るのと撫でるのを両方できるように考慮して作ってあるので、さっきの標準のペンの先を丸くしたものの方が綺麗に
なったりするんで、両方持ってるといいかなと思います。で、その風尾をこう綺麗に持っていく時のコツは、このね、面を使うんですけども、これはメイク界でもよくあったんですけど、こういう風にですね使ってしまう方、これはこれで全然いいんですけども、こうやって持っていくとちょっとねこれ平面なんでこう線が入っちゃったりとか、ちょっとねこういう曲面をやりにくいので、せっかくねいろんなこう曲がりてるカーブがあるので、そのカーブをねこう生かして持ってくっていうことをやると、より側尾盛りがやりやすく楽しいものになるんで、私の販売しているものにはそこら辺のここら辺とか先っぽの使い方とか X のリンクですねがあるので、それを見ていただければ買わなくてもこのペン先の使い方ですねのコツっていうのがわかると思います。私のところから買ってくださってる方で、やっぱりねこのペン先でもうまくできないっていう方は結構いるんじゃないかなと思います。なんでかっていうとさっきみたいに買ったはいいんですけど、こういうやり方でしか持ってないっていうと、盛るにはちょっと時間がかかっちゃうというか、逆にコツがいるんで、あと持ってる時のコツっていうのがあんまりねわかんないんで、こう盛りながらこうやって撫でて平らにしていくっていうことが結構必要なんですけども、盛りに持ってね厚みが出ちゃった状態でどうにもこうにもっていう方もいらっしゃるんで、わからないところがあったらポストしていただくのもいいんですけど、拾えないので、DM いただけると非常にサポートしやすいので、よかったら X の DM に、連絡をください。今ね 2,3 枚持っただけなんですけど、こんなに平らになりました。結構ね側尾片って使いそうで使わないんですよ。片目をつぶるぐらいの盛りだと全然足りないんですけど、アイホールの加工ぐらいでしたら意外とねアイホールカットしたところだけで賄えるとか、そういうのは結構あります。今ね煙だんだん出てきましたね。なのでちょっとね温度を下げます。ペン先が汚れてしまうっていう方結構いると思うんですけども、私は慣れてるのでペン先が汚れないように、ペン先にこういう側尾がついたらもうここにねペタ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 ってもう汚くなる前に貼り付けて、ペン先を常にきれいにしておくっていう癖がついてるので、こんなにペン先が汚れるっていうのを動画見ててもないと思うんですけども、最初の頃はねこういうところにねこういうところを使ったりして側尾片が結構ねペン先に残ってしまって、それがだんだん黒くなってペン先が汚いなってしまうと。でペン先が汚くなったら掃除をすればいいんですけど、そこもねその人それぞれで掃除にちょっと気づかない方もいて、抹茶っちゃになっちゃったり真っ黒系になったりで、それがこの側尾の表面について色が変わっちゃうとかありますので、常にペン先はきれいにしておく方がいいですね。である程度漏れたらこうやってねきれいにしていきましょう。でこの縁は結構難しくて、持ったらね一回ねちょっとこう押さえる感じで一進一退みたいな感じになるんですけども、押さえつけてね少しね厚みを出してあげた方がしっかりしたこの縁ができるので、
でも盛り直す必要があるんですけど、削って盛り直す削って盛り直すっていうことを何度も繰り返すより効率的なんで、こういう癖をつけた方がいいですね。こうやってピッ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 。そう、あとペンの持ち方ですね。私ね、こうやってペンの持ち方は鉛筆のように持つので、こうやって指でね、回転して、このヘッドのペン先をこう、角度を変えられるんで、持ち替えなくても、裏面にしたり、表面にしたり、横面にしたりできるんですけど、これをね、グッてこう持っちゃうと、こう回転させるのがね、すごい難しいので、ペン先の当て方っていうのが一方向になるんで、これも側尾盛りのやりにくい、効率が上がらないポイントなんで、こうやってね、持つといいと思います。持ち方を変えるってね、今までの癖を変えるってことにもなりかねないので、なかなか難しいかもしれないんですが、こう持ってもいいんですけど、なんかね、回転のさせるコツっていうのをつかむといいと思います。こういうのをね、いろいろ解説してっちゃうと、いつもすごい長い動画になっちゃうので、ある程度割愛をします。はい。どうでしょうか。ちょっとね、こっちの方がまだ垂れてますね。どうしようかな。そうですね、もう少しこっちも折りましょう。結構ね、煙が出てきたんで、焦げてる証拠なんで、一回ね、歯ブラシで掃除します。今ね、こういう側尾盛るところでやってるのは、動画を撮るのにね、ここでちょっとやらざるを得ないので、本来はね、側尾盛るところじゃないところで、ゴミが飛んでもいいようなところでやりましょう。今、私は綺麗にやってるんで、あんまり茶色いところがないんですけど、ここでもう茶色いところが出てるっていうのは、側尾が焦げてきてる証拠なんで、そこはこのナイフのね、この背中とかでガリガリガリって削って取ってあげましょう。多分削りカスがついてるんで、これもティッシュでね、取ってあげましょう。
こう見た時にこっちの方が左の方が低いので、もう少しね右に合うように持ってきます。不備辺はそんなに使わないんですけども、多分こんなもんで足りるんじゃないかなと思います。これでちょっとね黙々やっていますね。
下まぶたはちょっとバランス悪いんですけども、その前に解決すべきことがあって、ここのですね、目頭の部分のこの元々の造形っていうのがちょっとバランス悪いんで、これもね整えましょう。こう見るとね、もう造形が違うの分かりますよね。ここの深さが違う。ここもなんとなく違うんですけど、もう少しねこっち広げる感じ。広げる時にナイフ使ってもいいと思うんですけど、この電熱ペンのヘリを使ってソフビをこうやってね押し流すようなイメージをすると、少しだけソフビを削ぎ落とすっていうのができるので、これも覚えると結構ねソフビ盛りがやりやすくなるポイントですね。結構サクッと削れちゃうので要注意ではあります。でね、こういうところにね今ねソフビがついたんですけど、もうこの場合はこまめに取っちゃいましょう。電熱ペンをきれいに使ってるとこう焦げ焦げにはならないので、きれいに使えます。ちょっとアイフォールの形が近づいてきましたよね。違和感が少し緩和してきました。このね違和感を持つっていうのはねすごくポイントで、違和感がわからないとねずれてるかどうかがそもそもわかんないので、私も昔はそうだったんですけど、違和感があるけどどうやって直してればいいのかと、そこなんですよね。でそこというのはまあこのねこういうこの鼻からの距離とこっちの左と右で比べて、離れてる方はね削るとか単純なところなんですけど、基準を見つけてどれだけ違うかっていう差をね出していく、これがね一つコツというかちょっと経験が必要かなと。見てどう違うかっていう分析ですよね。でこれをねこうやって開けていくと、そうするとアイホール全体のバランスがまた変わってくるわけですね。この高さがじゃあそれでそもそも合ってたのかとか、で今ね合ってるつもりで削ってったんですけど、こっちの方が今度上に見えません？これがねいつもねメイク界でもループになるんですけど、さっきこっちと同じぐらいだったんですけど、斜めにすると同じなんですけど、この一番ヘッドねこれが難しいんですよ。一番メインで加工してね出してるっていう方は本当にすごいなと思うんですけど、
はい、この目頭を加工してこの幅を近づけた感じなんですけど、この下も少し盛ったのでだいぶバランス的には合ってきたかなと思うんですけど、この一番はね、こういう角度の違いなのか、すっごいいろんな角度から見てもなんかね全然形合わないんで、途中でねって思った時点でもういろいろやらないといけないかなと思います。この下まぶたは少し垂れ目な感じでいいかなと思うんですけど、今は表面処理をちょっときれいにする感じでやってるんですけど、表面処理は普通に溶かしてる時より若干ねメモリを1ぐらい下げるか2ぐらい下げると溶けづらくなるんで、表面処理がやりやすい場合があるので、もしね表面処理やっててちょっと溶けすぎてなんかやりづらいなと思ったら、少し温度を下げるとやりやすくなります。でこの段階でしっかり溶かすっていうことが必要であれば温度下げないでやった方がいいんですけど、もうしっかり溶けてて表面処理やりますよって言った時はちょっと下げてもいいと思います。でこうやって撫でる、もうとにかく撫でる。で力加減は軽く撫でる、ね、今ね結構細かい黒いゴミがつき始めてるんですけど、これはねペン先に焦げが、ね、ついてきて始めてるんですよね。こういうものが出始めたら横着はせずにきれいにしましょう。
下まぶたをこんな感じで盛ったんですけども、ソフビ盛りした時は中間ポイントでウィッグをつけた方がいいかなって最近思ってます。なんでかっていうと、目のこの位置がですね、ちょっと上目であったり下目だったりですね、する場合があったり、口のね、バランスとこの目のバランスと、ウィッグをつけた時に、ウィッグのね、バランスも合うかどうかっていうのがあるんで、私は最近つけて、この位置が大丈夫か、全体的なバランスおかしくないかっていうのを見てます。こんな感じでも全然いいんですが、私のイメージしているさくなちゃんは、下まぶたを持ったんで、このアイホールがこう横長になっちゃったんで、ここを少し持って、横長になったのを少しね、緩和してあげれば、結構似るかなと思うので、この両脇ですね、持ってきます。この上まぶたはそのままでもバランス悪くないかなと思うんですが、左右でこの尖り方、ここの部分ですよね、ちょっと違うので、ここを少し合わせようかなと思います。なのでまずここをですね、持ってきます。
おかえり。高いね。なんで？なんであったかいか。私にはわからないな。節水中だ。よくわかったじゃん。カメラ。朝は6時頃から用意するの？うん。
目尻の方の加工を進めてこんな感じですね。上まぶたも持ってはないんですけども、この形をですね、少し整えました。ちょっとね、こう山切りというんですか、そういう感じで両目してみて、あとやったのはですね、一番ヘッドかなりバランスが悪いというか、左右でこの厚みが全然違ったりするので、ほっぺたの部分がバランス悪かったので、こっちをやや少し持ってます。上まぶたの部分なんですけど、これがですねやっぱりバランス悪くて腫れぼったく見えるんで、ここを電熱ペンで薄く削りました。でここのですね厚みがないように見せてるんで、ちょっと目の腫れぼったさが少し緩和してるんじゃないかなと思います。ただこの一番ヘッドかなりなんか色が白いので、ちょっとでね、なんか血色が悪い感じなんでメイクで頑張ろうと思うんですけども、一応ソフビの加工はこんな感じで、あと表面処理、ですね。なのでそのヤスリがけをやって最後締めたいと思います。ヤスリはいつもの紙ヤスの240番でちょっと粗く削って、あと400番で整えるっていう感じでやっていきます。でこの口もですね完成させるんで、こういうところもですね綺麗にしていこうと思います。
はい、こんな感じで仕上がりました。アイホールはこんな感じですね。さくなちゃんは比較的こう角張ったアイホールの形の印象があるので、上まぶたをこう尖らせて、で全体的にここの角ですねがエッジが出るように五角形を意識してやりました。さくなちゃんはもっと目が大きいかなと思うんですけども、この顔のバランスとかそこら辺ねちょっと合わせるのにあんまり大きいのもどうかなと思ったんで、このぐらいにしてます。本来のね一番のアイホールの大きさに比べるとかなり小さくはなってるんですけども、まあいいかなと。でアイホールの形はこう一番ヘッドって結構垂れ目な印象があるので、その垂れ目を改善するのにここを持ってますね。結構持ってます。このぐらいの幅持ってるんじゃないですかね。特に、印象に強かったのがボコッと上まぶたがして、下まぶたもちょっとねボコッとしてる感じで腫れぼったいイメージがちょっとあったので、それを取るのにここの上まぶたのこの全体のこの腫れぼったさの原因となっているソフビを電熱ペンで削りながら表面処理をしました。ヤスリとかナイフとかで削ってもいいと思うんですけども、何度も言ってるんですけど、私はそのナイフのこの削り跡っていうのが加工が結構嫌いなんで、電熱ペンでねこうやってこすりながら表面を若干こう剥ぎながらそぎながらっていうんですかね、綺麗にしてました。電熱ペン使った時のメリットっていうのはこうそぎながら表面処理も結構できるのでですね、一石二鳥みたいなところはあります。で時間的にどっちが早いかって言ったらちょっと微妙なところはあるんですけど、これ横から見ると結構わかるんじゃないでしょうか。加工してる方はねこの厚みっていうのがよくわかるんじゃないかなと思います。かなり削ってますよね。これでもまだね厚みあるんですけど、こういう厚みをですねコントロールすると表情が結構変わってくるので、こういったところもね気にするといいと思います。あとこの頬のこの下のラインですね、このちょうどここら辺、この角度も全然違うんですよ、一番ヘッドって。なのでこれもこっちをね削りながらこっちを持ってますね。削るのはこれ口を削る時にちょっと加工してるんですけど、鼻の時もちょっとやってます。で前回鼻はやったんですけども、もう少し鼻は削ってもいいかなって思いました。ちょっとねここら辺にこう大きいというか全体的にぼっこりという膨らみになってるんで、きっと一番ヘッドの好みで鼻を結構削る人はもっと削ってると思います。ただ今回のさくなちゃんはこのぐらいでも全然いいかなって思いました。あと口ですね。口は途中で変えちゃったんでこれの作った動画っていうのはないんですけども、基本的にこれをこんな感じで開けて、これ盛り直してるんでちょっとねここら辺黒いんですけど結構綺麗になってるんじゃないかなと思います。あと顎ですね。アニメキャラを作るのに私が意識してるのはこの輪郭が角張ってるですね。これね X のリスナーさんでもこだわってる方いらっしゃったんで共感できたんですけど、ここのラインまっすぐですよね。ここのラインも結構まっすぐ、ここの顎が尖ってて、横から見るとちょっとねここの膨らみが出てる、よくあるアニメのキャラに寄せてみました。これがねトータルでいいか悪いかっていうのは別なんですけども、あとちょっと加工したのは、一番ヘッドって意外とこう何て言うんですかね、セットした時にこう上目になるんですかね。ちょっと上向いちゃうんで、上向かないよう下向けるようにこの穴をちょっと加工してます。でここの加工方法もまたなんかね作ってよとかこういう感じで加工すれば、うつむき加減がポージングしやすいですよっていうのはできるようになったらねまた動画やろうと思います。はい、なので、これで一通りの加工が完了したかなと思うので、次は、アイを作って、メイクをしていこうと思うんですが、アイ作る動画はうまく作れるかどうかわからないので、次は多分メイクですねになると思います。
ということで、さくなちゃんの造形はこれで一旦終了ということで、次回はメイクになりますので、またお楽しみにお待ちください。いつも動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。ではまたね、バイバーイ。